レッスン1、料理のコツ。料理って時々大変ですよね。絶対に。私はいつも味をうまく出すのに苦労しています。さて、美味しい料理にどんな材料を使うかを決めるお手伝いをします。それは素晴らしいでしょう。調味料のコツも教えていただけますか？もちろん、料理の味を引き立てるには調味料が重要です。新鮮なハーブを使うと大きな違いがあると聞きました。それは本当なの？はい、新鮮なハーブは料理に鮮やかな風味を加えます。ぜひお試しください。料理にはもっと新鮮なハーブを入れるようにするよ。アドバイスありがとう。どういたしまして。調味料を調整するために料理しながら味見をすることを忘れないでください。それを心に留めておくよ。ジョン、助けてくれて感謝するよ。嬉しいよ、あんなハッピークッキング。レッスン2、通貨両替。それは素晴らしい。ここで両替するのに手数料はかかりますか？いいえ、幸いなことに、外貨両替には手数料はかかりません。それは知っておくと良いことです。料金が結構高かった経験があります。はい、場所によっては両替に法外な手数料がかかる場合があります。交換する前に、レートと手数料を確認することが重要です。絶対に。一番お得な情報を得るには、常に料金を比較するのが得策です。同感です。信頼できる評判の良い場所で両替した方がいいです。それは本当です。また、相場が適正かどうか確認するのも役に立ちます。次回は通貨を交換する前に必ずリサーチをしておきます。それは賢明なアプローチです。長期的にはいくらかお金を節約できます。レッスン3、バスに乗る。よし、早速そこに行ってバスに乗ろもちろん、もう時間を無駄にしないようにしましょう。見逃したくない。う。ただし、公共交通機関では時間厳守が重要だ。絶対に。バスは時刻表が決まっているので、時間通りに到着する必要があります。バスの時刻表を調べて、次のバスがいつ到着するか確認するよ。それはいい考えだ。それに応じて時間を計画できます。次のバスは10分ほどでここに来るようです。素晴らしい。急ぐことなくそこに行くのに十分な時間があります。乗る前にバスの運賃を用意しておきましょはい、常に準備しておいた方がいいです。私たちは一線を画したくありません。レッスン4、特定のオーディエンスをターゲットにする。う。それらはまだ効果的ですが、コストがかかります。特定のオーディエンスをターゲットにすべきか。それは良い点です。特定のオーディエンスをターゲットにすると、より良い結果が得られます。これにより、適切な人材へのリーチにリソースを集中させることができます。まさに、特定のグループの共感を呼ぶようにメッセージを調整できます。また、予算をより効率的に配分するのにも役立ちます。はい、興味のない人にリソースを浪費することは避けられます。
特定のオーディエンスをターゲットにすることで、成功の可能性を高めることができます。それは本当です。重要なのは、反応してくれそうな適切な人材を見つけることです。市場調査を実施して、ターゲットオーディエンスを特定する必要があります。同意した。彼らの好みやニーズを理解することは非常に重要です。レッスン5、エレベーターと空調への影響。これはエレベーターやエアコンの機能に影響しますか？それは可能です。停電は、このようなシステムの運用を妨げる可能性があります。これは、特に高層ビルや暑い気候では問題になる可能性があります。はい、エレベーターが動かなくなったり、空調に影響が出たりする可能性があります。バックアップシステムまたは発電機を設置することが重要です。絶対に。バックアップ電源は必要不可欠なサービスの継続性を確保できます。このような状況では、人々の快適さと安全が最優先されるべきです。同感です。十分な準備をしておけば、生じる不便を最小限に抑えることができます。大きな混乱を防ぐために必要な措置が講じられることを期待しましょう。確かに、このような状況に効果的に対処するには、積極的な姿勢が不可欠です。レッスン6、食料品の買い物。サンドイッチと缶詰のスープを買おう。チップスのようなスナックを忘れないで。それは良い計画のように思えます。手早く簡単に食事ができる。サンドイッチ用にパンとコールドカットを用意するよ。いくつかのオプションについては、必ず様々な缶詰スープを用意します。素晴らしいアイデアです。また、有効期限の確認も忘れないようにしましょ絶対に。私たちはすべてが新鮮で安全に食べられるようにしたいと思っています。チップスのようなスナックは、食事に歯ごたえを加えます。袋を何個か用意するよ。いいですね。食事の好みや制限も考慮しましょう。ただし、様々なニーズに応えるオプションを探す必要があります。そのことを念頭に置いてスナックを選びます。思い出させてくれてありがとう。問題ありません。食料品店に行って必要なものをすべて手に入れましょ同意した。すぐに美味しくて便利な食事ができるよ。レッスン7、アートを鑑賞する。私は特に絵画や彫刻に惹かれます。アンナはどう？私はあらゆる形のアートが好きですが、写真も好きです。それは面白い。写真はユニークな視点を捉えることができます。はい、感情を伝えたり、ストーリーを伝えたりできる強力な媒体です。一方、絵画や彫刻は視覚的に魅力的です。間違いなく。色、質感、形の使い方は魅力的です。アーティストが様々な媒体を通して創造性を表現できるのは興味深いことです。アートは私たちが別のレンズから世界を見て、新しいアイデアを探求することを可能にします。それは本当です。アーティストのビジョンや解釈とつながる方法なんです。絵画、彫刻、写真のいずれであっても、アートにはインスピレーションを与える力があります。
レッスン8、ラザニアへの渇望。そしてキノコ。ラザニアが大好きです。レシピに従ってるかい、アンナ。はい、使いたい実証済みのレシピがあります。それは素晴らしいです。自家製ラザニアはいつもご褒美です。確かに。パスタ、ソース、チーズ、マッシュルームの層は食欲をそそります。人と人をつなぐ心地よい一品です。絶対に。家族の集まりや自宅での居心地の良い夜に最適です。アンナ、あなたの美味しいラザニアを味わうのを楽しみにしています。愛情を込めて丁寧に準備します。きっと素晴らしいものになると思います。ラザニアは多くの人に定番のお気に入りです。優しい言葉をありがとう、ジョン。楽しんでいただければ幸いです。レッスン9、地元の人々とのコラボレーション。この戦略の潜在的なメリットについて考えてきました。地元の人々と提携することで、貴重な洞察とつながりを得ることができます。それは本当です。彼らは地元の市場と文化を深く理解しています。彼らの専門知識は、私たちが課題を乗り越え、アプローチを適用させるのに役立ちます。地元の人々と協力することで、地域社会の関与と支援も促進されます。絶対に。これは、相互の成功のために協力するという私たちのコミットメントを示しています。有意義な関係を築き、信頼を築くことが重要です。地元の人々を巻き込むことで、プラスの影響を与え、地域社会に貢献することができます。このアプローチは、長期的な持続可能性と成長につながると思います。レッスン10、街をナビゲートする。2つ目を左に曲がってください。銀行は右側にあります。了解しました。順番を変えて銀行から目を離さないといけない。私たちを正しい方向に導いてくれる良いランドマークです。ジョン、あなたのナビゲーションスキルに感謝します。これで私たちの旅が楽になりました。お手伝いできて嬉しいです。街をナビゲートするのは難しい時がある。はい、特にその地域に不慣れな場合はそうです。道路標識やランドマークに注意を払うことで、それほど難しくありません。絶対に。集中力を保ち、指示に従うことがすべてです。あっという間に目的地に着きます。もう少し先に。案内してくれてありがとうジョン。今は自信がつきました。どういたしまして、アンナ。お手伝いできて嬉しいです。レッスン11、公園の白い建物。公園のあの白い建物に気づきましたか？はい、持っています。白いガゼボの前に建てられたのか、後に建てられたのかしら。白い建物は東屋の後に建てられたと思います。それは面白い。ガゼボは最近追加されたものだといつも思っていました。いいえ、白い建物は公園管理局を収容するために建てられたと読んだことを覚えています。ああ、なるほど。つまり、実用的な目的を果たすわけです。まさに、公園の施設に加えるといいですね。同感です。
白い建物が周囲に優雅さを添えている。そして、ガゼボのデザインを非常によく引き立てます。間違いなく。白い色はそれらをうまく結びつけます。建築がいかに公園の美しさを高めることができるかは魅力的です。絶対に。公園のデザインにどれだけ配慮されたかがわかります。彼らが白い建物を含めることを決定してくれて嬉しいです。レッスン12、ストアテスターの精度。店舗のテスターが正確でないこともあります。はい、私もそれを経験しました。かなりイライラすることがあります。製品を試すときは、そのことを念頭に置いておくことが重要です。絶対に。結果を再確認することは常に良い考えです。テスターはたくさんの人に使われているからだと思います。それは本当です。時間が経つと摩耗したり、汚染されたりする可能性があります。また、正しくキャリブレーションされていない可能性もあります。はい、キャリブレーションの問題は間違いなく精度に影響します。ですから、テスターに完全に頼るのではなく、一般的なガイドとしてテスターを使うのが賢明です。同感です。リサーチをしたり、レビューを読んだりするのもいい考えです。そうすれば、購入前により多くの情報に基づいた意思決定を行うことができます。間違いなく。後でがっかりするよりも、十分な情報を得た方がいいです。私はその教訓を何度か苦労して学びました。私も。それはすべてショッピング体験の一部だと思います。レッスン13、ロンドンに行く。ロンドンに行きます。あなたはどう？ロンドンにも行きます。私たちは同じ旅程を組んでいるようだ。それは素晴らしいです。一緒に街を探検できます。絶対に。旅行中も一緒にいる方がずっと楽しいです。ロンドンに行ったことはありますか？はい、持っています。この街の豊かな歴史と活気に満ちた雰囲気が大好きです。見ることやすることがたくさんあります。有名なランドマークを訪れるのが楽しみです。私たちは間違いなく旅程を計画し、そこでの時間を最大限に活用すべきです。同感です。大英博物館に行ってテムズ川沿いを散歩したいです。バッキンガム宮殿とロンドン塔も見逃せません。素晴らしい旅になるでしょう。ロンドンの魅力を体験するのが待ちきれません。私も。伝統的なイギリス料理も食べてみよ間違いなく、フィッシュ&チップスとアフタヌーンティーは必見です。う。レッスン14、価格の比較。素晴らしい。価格を比較して最適なオプションを選択できます。それは賢いアプローチです。予算に気を配ることは常に良いことです。絶対に。ロンドンは物価の高い都市ですが、お金を節約する方法があります。一部の地域ではより手頃なショッピングオプションがあると聞きました。はい、カムデンマーケットやポートベローロードのようなマーケットは、ユニークな発見があることで知られています。また、デパートでの割引や販売を探すこともできます。
オンラインショッピングも検討すべき別の選択肢かもしれません。確かに、ウェブサイトで価格を比較してお得な情報を見つけることができます。配送料などの隠れた費用に注意することが重要です。はい、それらは合計できます。私たちは常に細字部分を読むべきだ。同意した。勤勉に働けば、もっとお金を稼げる。つまり、街のアトラクションや体験を楽しむ機会が増えるということです。レッスン15、育てやすいハーブ。私の庭に育てやすいハーブを提案してもらえますか？間違いなく。バジルは素晴らしい選択です。日当たりの良い場所で繁栄します。それは完璧に聞こえます。フレッシュバジルの香りと味が大好きです。ミントの栽培も検討する必要があります。信じられないほど丈夫で用途が広いです。ミントは素晴らしい追加品でしょう。紅茶やカクテルに使えます。考慮すべきもう一つのハーブはローズマリーです。非常に弾力があり、多くの料理に風味を加えます。私はローズマリーを使った料理が好きです。ローストした肉に素晴らしい香りが加わります。ちょっとスパイスが好きなら、唐辛子を育ててみてください。それは素晴らしいアイディアだ。料理に少し熱を加えてもいいよ。最後に、パセリは育てやすく、食事に新鮮さを添える人気のハーブです。ハーブガーデンには必ずパセリを入れます。ご提案ありがとうございます。どういたしまして。ハッピーガーデニング。レッスン16、購入前のテスト。アイディアがあるんだ。購入前にテストできます。それはいい考えだ。テストは我々がより良い判断を下す助けになる。デモ版を試したり、誰かから借りたりすることができます。はい、そうすれば、それが私たちのニーズを満たしているかどうかを確認できます。テストは私たちに実践的な経験を与えてくれます。そして、その品質と機能を評価することができます。また、お客様のレビューや評価も確認する必要があります。それは他の人の経験を知るために重要です。テストは購入者の反省を避けるのに役立ちます。後で後悔しないようにするための賢いアプローチです。詳細情報を収集し、オプションを比較してみましょう。確かに、徹底的な研究が必要です。テストする機能のチェックリストを作成する必要があります。そうすれば、重要な側面を見逃すことはありません。テストを行うことで、私たちの決定に自信が持てます。そして、十分な情報に基づいた購入を行うことができます。レッスン17、プロデュースから始める。さて、農産物から始めましょそこが掃除を始めるのに良い場所だ。う。果物や野菜はよく洗うべきです。はい、適切なクリーニングは安全を確保します。果物や野菜を優しく洗えます。汚れや残留物を取り除くのに役立ちます。葉物野菜にも注目しましょバクテリアが潜んでいる可能性があるため、すすぎが重要です。う。また、腐敗したアイテムがないか確認する必要があります。
それらを取り外すことで汚染を防ぐことができます。農産物から始めることが適切な基盤となります。キッチンの清潔さを保つために重要です。レッスン18、天気予報を確認する。間違いなく、荷造りの前に天気予報を確認することを忘れないでください。それは良い思い出です。気象条件は我々の計画に影響を及ぼすことがある。雨が降るか晴れるかを知っておく必要があります。適切な衣類やギアを梱包するのに役立ちます。信頼できる天気アプリで天気予報を確認できます。そうすれば、正確で最新の情報を得ることができます。さまざまなシナリオに備えることが重要です。はい、天候の変化に備えて、それに応じて梱包する必要があります。予測を確認することは、情報に基づいた意思決定に役立ちます。そして、どんなことが起こっても準備万端です。レッスン19、乗客の制限。シャトルが収容できる乗客数に制限はありますか？それは良い質問です。シャトルサービスに確認すべきだ。最大容量があるかどうかを知ることは重要です。そうすれば、それに応じて計画を立て、問題を回避できます。また、すべての乗客の快適性と安全性も考慮する必要があります。はい、過密状態は不快感や潜在的な危険につながる可能性があります。制限やガイドラインについて問い合わせることができます。それは私たちがみんなの都合の良いように手配するのに役立ちます。乗客数制限により、スムーズで楽しい乗り心地が保証されます。ポジティブな交通体験には欠かせません。レッスン20、イタリアとフランスのどちらかを選ぶ。イタリアとフランスの狭間で迷っている。どっちにも興味がある。それは難しい決断です。どちらも素晴らしい目的地です。イタリアには豊かな歴史と美味しい料理があります。はい、古代遺跡を探索したり、パスタやジェラートを楽しんだりできます。一方、フランスには美しい建築物と有名な料理があります。それは本当です。象徴的なランドマークを訪れ、フランスのペストリーを味わうことができます。それぞれの国の特定のアトラクションやアクティビティを検討する必要があります。自分が一番興味を持っていることを考えることが重要です。旅行ガイドやおすすめを調べることもできます。これにより、決定に役立つ貴重な洞察が得られます。イタリアとフランスのどちらを選ぶかは、慎重に検討する必要があります。時間をかけて、各目的地の長所と短所を比較検討してください。レッスン21、ワークライフバランス。もちろん、ワークライフバランスを取ることは重要ですよね。これ以上は同意できませんでした。それは私たちの幸福にとって極めて重要です。仕事と私生活のバランスを取ることで、ストレスを軽減できます。それは本当です。リラックスして充電できます。また、家族や友人との良好な関係を維持するのにも役立ちます。はい、愛する人と充実した時間を過ごすことは不可欠です。ワークライフバランスを達成するには、境界を設定する必要があります。境界を設定することで、時間とエネルギーの優先順位を決めることができます。
必要な時にはノーということを学ぶべきだ。ノーということで、本当に重要なことに集中できます。セルフケアの時間をスケジュールすることも重要です。自分を大切にすることで、健康で幸せな生活を送ることができます。また、ワークライフバランスは人によって異なることを忘れないでください。その通りだ。私たちにとって何が一番うまくいくかを見つけることです。それでは、健康的なワークライフバランスを目指しましょう。同意した。それは私たちの全体的な幸福にとって不可欠です。絶対に。それを私たちの生活の優先事項にしましょう。レッスン22、アドバイスを求める。アドバイスが必要なときはいつでも遠慮なく連絡してください。ありがとう、ジョン。喜んで助けてくれてありがとう。私はお互いの努力を支え合うことが大切だと信じています。それは素晴らしい態度です。サポートは貴重です。私たちはみんな課題に直面しており、アドバイスを求めることはガイダンスを得ることができます。はい、他の人からのアドバイスは新鮮な視点を提供することができます。助けを求めることは弱点ではないことを覚えておくことが重要です。正しい。助けを求めることは強さと成長意欲を示します。ですから、ガイダンスが必要なときは遠慮なく連絡してください。それを心に留めておくよ。あなたのサポートがあるのは心強いです。私はあなたのためにそこにいることができて嬉しいです。私たちは一緒に取り組んでいます。ありがとう、ジョン。君の申し出は絶対に忘れないよ。どういたしまして、アンナ。必要な時にいつでもお手伝いします。レッスン23、趣味と興味。絵を描く以外にガーデニングも好きです。アンナはどう？私はそれほど熟練していませんが、ガーデニングも楽しんでいます。ガーデニングは自然とつながる素晴らしい方法です。それは本当です。植物が育つのを見るのはリラックスできて、充実感があります。さらに、自分で果物や野菜を育てることができます。はい、自分で育てたものを食べるのはやりがいがあります。そして、ガーデニングも運動の一形態になり得ます。間違いなく。アクティブな状態を保ち、フィットネスを向上させます。仕事以外の趣味に喜びを見出すのは素晴らしいことです。絶対に。趣味はバランスをとり、幸せをもたらします。それでは、これからも趣味や興味を追求していきましょう。同意した。彼らは私たちの生活に豊かさをもたらし、私たちを幸せにします。これからも探求を続け、私たちの情熱を楽しみましょう。レッスン24、食料品の買い物。ねえ、今週の食料品の買い物は終わりましたか？いいえ、リストにはまだいくつか残っています。事前に計画を立てておくと、食料品の買い物がより効率的になります。はい、リストを作成すると整理整頓に役立ちます。衝動買いを防ぎ、お金の節約にもなります。それは本当です。不必要な購入を避けるためにリストにこだわるよ。オンライン食料品の買い物を考えたことはありますか？はい、特に忙しい日には便利です。オンラインショッピングは時間を節約し、配達オプションを提供します。やってみるよ。
それはいい考えのように思える。割引を確認して価格を比較することを忘れないでください。私がします。貯金はいつでもおまけだよ。素晴らしい。残りのお買い物も頑張ってください。レッスン25、DIY とインターネットリソース。そして DIY の本を読みますか？いいえ、でもインターネットは素晴らしいリソースだと思います。それは本当です。これは膨大な情報源であり、チュートリアルでもあります。DIY ブログやウェブサイトから多くのことを学びました。DIY プロジェクトは楽しくてやりがいがあります。間違いなく。これにより、私たちは創造性を発揮し、新しいスキルを学ぶことができます。インターネットには様々なプロジェクトの手順が記載されています。はい、バーチャル教師がすぐに使えるようなものです。注意して、信頼できる情報源を再確認してください。私はいつも見つけた情報を確認するようにしています。それは賢いことだ。信頼できる情報源に頼ることが重要です。同意した。インターネットは貴重な学習ツールになり得ます。それでは DIY のインスピレーションを得るためにインターネットを探索し続けましょう。絶対に。私たちが発見し、想像できることはたくさんあります。私たちが利用できるリソースを最大限に活用しましょレッスン26、DIY 修理を学ぶ。アンナ、自分で修理を試みたことはありますか？いいえ、実際に修理したことはありませんが、学ぶことに興味があります。それは素晴らしい。DIY 修理はお金を節約でき、達成感も得られます。同感です。自分で物事を修正できるのは力になります。水漏れの多い蛇口の修理や電球の交換などの簡単な作業から始めることができます。それらは良い初心者向けプロジェクトのようですね。やってみるよ。プロセスをガイドするオンラインチュートリアルやビデオが多数あります。それは役に立ちます。始める前に必ずリサーチをしておきます。安全を優先し、各作業に適したツールを使用することを忘れないでください。安全は重要です。必要な予防措置は全部取るよ。それがスピリットだ。練習すれば DIY のスキルに自信が持てるようになります。学び、もっと自立できることにワクワクしています。きっとあなたはうまくやるでしょう。DIY 修理頑張ってください。レッスン27、仕事とリラクゼーション。終わらせないといけない仕事があるけど、その後はリラックスするよ。仕事とリラクゼーションのバランスを取ることが重要です。絶対に。リラクゼーションは心と体を若返らせます。元気を取り戻し、健康的なライフスタイルを維持するのに役立ちます。仕事中に休憩を取ることは、実際に生産性を向上させることができます。それは本当です。これにより、私たちは再び焦点を合わせ、燃え尽き症候楽しむ群をアクティビティ避けることに参加がですきまることで、す。リラックスしてストレスを軽減できます。本を読んでいる時も、散歩に行く時も、リラックスが必要です。セルフケアを優先し、リラックスできる時間を作ることが大切です。これ以上は同意できませんでした。
私たちは自分の面倒を見る必要がある。それでは、仕事を終えてからリラックスしてくつろぐ時間を見つけましょ絶対に。私たちの幸福を優先することは重要です。レッスン28、森林破壊と野生生物。森林破壊とそれが野生生物に与える影響が本当に心配です。私はあなたの懸念を共有します。森林破壊は重大な結果をもたらす。自然の生息地を破壊し、多くの種の生存を脅かします。それは生態系を破壊し、生物多様性の喪失につながります。森林破壊は気候変動の一因にもなり、地域社会にも影響を及ぼします。はい、社会的、経済的、環境などに広範囲にわたる影響があります。森林保護の重要性についての認識を高める必要があります。絶対に。保全活動と持続可能な観光は非常に重要です。森林再生に取り組む組織を支援することは、その支援の一つの方法です。また、私たちは日常生活の中で持続可能性を促進する選択をすることもできます。力を合わせれば変化をもたらし、地球の森林と野生生物を保護することができます。レッスン29、配色の変更とナチュラルの組み込み。アンナ、空間の配色を変えることを考えたことはありますか？はい、もっと自然な要素をデザインに取り入れたいと思っています。それは素晴らしいですね。自然な色は落ち着きのある居心地の良い雰囲気を作り出すことができます。グリーンやブラウンなどのアースカラーを使うことを検討しています。アースカラーは自然との調和とつながりを感じさせます。木や石のような自然な風合いも紹介したいです。そうすれば、全体的な美学に温かさと本物らしさが加わります。屋内植物も取り入れる予定です。屋内植物は視覚的な魅力を高めるだけでなく、空気の質も向上させます。この変化にワクワクしています。平和な環境を作るでしょう。それは素晴らしい計画のように思えます。最終結果を見るのが待ちきれないよ、アンナ。レッスン30、湖の近くの居心地の良いコテージ。お前が先だ。どれが注目されたの？一つの選択肢は、湖の近くの居心地の良いコテージです。ああ、素敵ですね。ずっと水辺で隠れ家したいと思っていた。のんびりと自然を楽しめる静かな場所です。また、市内中心部にあるモダンなアパートにも出くわしました。市内中心部に住んでいると、便利でアメニティに簡単にアクセスできます。それは本当です。お店やレストランが近くにあるといいですね。もう一つの選択肢は、田舎の広々とした農家です。自然に囲まれて、もっとスペースがあるというアイデアが好きです。各オプションには独自の魅力があります。それはあなたの好みやライフスタイルによります。難しい決断だけど、何が自分に合っているか考えてみよう。時間をかけて、それぞれの環境で自分自身を思い描いてください。完璧な場所が見つかるでしょう。ありがとう、ジョン。ご意見に感謝します。私のために正しい選択をするよ。レッスン31、博物館の展示。私は美術館が大好きです。どんな展示があるの？
博物館には様々な展示品があります。それは面白そうですね。いくつか例を挙げていただけますか？もちろん、古代文明、現代美術、自然史などに関する展示があります。ああ、それは素晴らしい。特に古代文明に興味があります。彼らには何が展示されているの？古代エジプト、ギリシャ、ローマの遺物があります。彫像、陶器、さらにはミイラも見ることができます。うわあ、それは魅力的です。古代文明の展示は絶対チェックするよ。きっと楽しんでいただけると思います。また、学ぶと同時に楽しむことができるインタラクティブな展示もあります。それはさらに良いことです。インタラクティブな展示が大好きです。学習体験がより魅力的になります。絶対に。この博物館は、あらゆる年齢層の訪問者に教育的で楽しい体験を提供することを目的としています。それは素晴らしいです。博物館に行って、すべての展示品を見るのが待ちきれません。きっと楽しい時間を過ごせると思います。その博物館には誰もが楽しめる何かがある。情報を共有していただきありがとうございます。感謝しています。どういたしまして。素晴らしい美術館訪問ができますように。私がします。もう一度ありがとレッスン32、ヘルシーなスナック。う。食事の合間の間食について、間食は健康的になり得ます。栄養価の高いオプションを選択してください。ただしい、チップやクッキーに手を伸ばす代わりに、フルーツやナッツを選ぶことができます。それはいい考えだ。フルーツとナッツには、ビタミン、ミネラル、食物繊維が含まれています。さらに、糖分や不健康な脂肪を多く含む加工スナックに代わる健康的な代替品です。絶対に。バランスの取れた食事を維持するには、スナックを賢く選ぶことが重要です。そして、おやつは一日を通してエネルギーレベルを維持するのに役立ちます。はい。ただし、ポーションコントロールも不可欠です。スナックは適度に食べるべきです。それは本当です。たとえその間食が健康的であっても、間食にふけりすぎてはいけない。正しい。バランスを見つけ、体の空腹の合図を聞くことです。また、事前に計画を立て、ヘルシーなスナックをすぐに用意しておくことをお勧めします。間違いなく。果物、野菜、ヨーグルトを手元に置いておくと、不健康な誘惑に抵抗しやすくなります。意識的な選択をすれば、間食は健康的なライフスタイルの一部になり得ます。まさに、私たちの全体的な健康に大きな影響を与える可能性のある小さな変更を加えることがすべてです。レッスン33、飲み物の種類。わかった、それもらうよ。それに、飲み物もいろいろあるよね。はい、幅広い種類の飲み物をご用意しています。それは素晴らしいです。いくつか例を挙げていただけますか？コーヒー、紅茶、ホットチョコレートなどの温かい飲み物を用意しています。ソーダ、ジュース、水などの冷たい飲み物もあります。素晴らしい。何かリフレッシュしたい気分だ。どんなジュースがあるの？
オレンジジュース、アップルジュース、グレープジュース、トロピカルフルーツブレンドがあります。美味しそう。トロピカルフルーツのブレンドを使います。良い選択です。これはお客様の間で人気のあるオプションです。やってみるのを楽しみにしています。おすすめの温かい飲み物はありますか？コーヒーは入れたてで、様々なフレーバーのお茶を取り揃えています。紅茶をいっぱいください。確かに。それは私が用意しておきます。ありがとうございます。あなたが提供する飲み物の種類は印象的です。私たちは様々な好みに依頼、お客様に満足のいく体験を提供するよう努めています。まあ、あなたは確かに成功しました。選択肢があるのはありがたいです。それは私たちの喜びです。どうぞお飲みください。レッスン34、レースのディテールが施されたドレス。レースのディテールが施されたドレスを試着することを検討しましたか？考えたことがない。レースのついたドレスのどこが特別なの？レースのディテールが施されたドレスは、装いに優雅さと女性らしさを添えることができます。素敵ですね。レースには繊細で複雑な美しさがある。絶対に、ロマンチックでヴィンテージにインスパイアされた雰囲気を作り出すことができます。興味をそそられます。レースのディテールが施されたドレスはどこで見つけられますか？多くの衣料品店では、レース付きのさまざまなドレスを提供しています。オンラインで検索してみることもできます。それを心に留めておくよ。レースには種類があるの？はい、レースにはさまざまな種類があり、それぞれに独自のパターンと質感があります。それは面白い。いろんな選択肢を探さないといけない。レースのドレスも用途が広いです。フォーマルにもカジュアルにも着用できます。それはプラスです。いつもと違ったスタイルができるドレスを持っているのは素晴らしいことです。絶対に。レースのドレスは、ヒールと合わせてフォーマルな装いにしたり、フラットシューズと合わせてカジュアルなお出かけにしたりできます。汎用性に感謝します。プレイする選択肢が増えます。きっとあなたのスタイルに合った自信と美しさを感じさせるレースドレスが見つかるはずです。提案していただきありがとうございます。レースのドレスを探すことにワクワクしています。どういたしまして。プロセスを楽しんで、レースのディテールが施された完璧なドレスを楽しく見つけてください。私がします。ご支援とアドバイスありがとうございます。レッスン35、待ち時間が長すぎる。待つのが不便な場合があります。はい、時間がかかりすぎるとイライラすることがあります。朝の準備をするのに通常どのくらいかかりますか？日にもよりますが、効率よく早く準備するようにしています。それはいいことだ。待っている間にあまり時間を無駄にしないことが大切です。間違いなく。時間は貴重であり、私たちはそれを最大限に活用すべきだ。公共交通機関を待つのも面倒です。はい、特に遅れたり混雑している場合はそうです。不必要な待ち時間を避けるため、事前に計画を立て、
早めに出発することをお勧めします。それは本当です。積極的に行動することで、時間とフラストレーションを大幅に節約できます。もう一つのヒントは、テクノロジーを活用することです。遅延を確認したり、代替ルートを見つけたりすることができます。それは素晴らしいアイディアだ。計画を調整し、不必要な待ち時間を避けるのに役立ちます。まさに、準備を整えて積極的に取り組むことで、待つことによる不便を最小限に抑えることができます。同意した。時間を最大限に活用することがすべてです。絶対に、時間は貴重であり、私たちはそれを賢く使うよう努めるべきです。それを念頭に置いて、待つことにもっと気をつけようと思います。それは良い考え方です。毎日のルーチンをより効率的にすることは間違いありません。アドバイスありがとうございます。感謝しています。どういたしまして。手伝えてよかった。レッスン36、作業のレビュー。タスクは完了しました。それは素晴らしい結果になった。それは嬉しいですね。私が作業して、レビュー用に送ります。パーフェクト。時間をかけて説明が必要な場合はお知らせください。そうします。完成させる前にすべてが明確であることを確認しておきます。ありがとうございます。細部にまで気を配っていただきありがとうございます。光栄です。私は常に質の高い仕事をするよう努めています。あなたの能力には自信があります。君が素晴らしい仕事をするのは分かっている。ご信頼いただきありがとうございます。あなたの期待に必ず依えます。それについては疑いの余地はありません。最終結果を見るのを楽しみにしています。同様に、進捗状況については随時更新します。ありがとう、アナ。私のチームにあなたがいてくれて嬉しいです。レッスン37、スキルの開発。それは賢いやり方だ。どんなスキルを身につけたいですか？コミュニケーションとリーダーシップのスキルを向上させることに興味があります。これらはキャリア成長に欠かせないスキルです。具体的な計画は？パブリックスピーキングコースを受講し、リーダーシップ研修プログラムに参加する予定です。素晴らしい選択肢。練習と露出は、あなたが優れた能力を発揮するのに役立ちます。私もそう思います。自己改善に投資することは重要です。絶対に、継続的な学習が成功の鍵です。個人的にも職業的にも成長する機会があることにワクワクしています。あなたは正しい方向に進んでいます。良い仕事を続けてください。ジョンさん、ご支援と励ましに感謝します。どういたしまして、アンナ。私はあなたが成功するのを助けるためにここにいます。レッスン38、最近の週末。最近、はい。先週末に行きました。何かアドバイスは必要ですか？それは素晴らしいことです。リラックスできる素敵な場所を探しています。近くのビーチに行くことを考えたことはありますか？とても静かです。素敵ですね。週末は混んでいますか？混雑することもありますが、
朝早く行けば、通常はそれほど混雑しません。知っておくと良い。じゃあ早く行くつもりだよ。週末の休暇をお楽しみください。きっと素晴らしい時間を過ごせると思います。提案ありがとうございます、ジョン。感謝するよ。どういたしまして、アンナ。素敵な週末を。レッスン39、特別な機会。確かに、楽しそうですね。どんな機会だ？来週は私の誕生日です。友達とお祝いしたいです。それは素晴らしいです。会場は決まりましたか？はい、プライベートダイニングエリアのある素敵なレストランを見つけました。誕生日のお祝いにぴったりです。何かアクティビティを計画していますか？ライブミュージックと小さなダンスフロアを考えています。楽しい夜を過ごすのに最適な計画のようですね。ワクワクしています。誕生日はいつも特別だ。確かに、祝い、心に残る思い出を作るときです。これ以上は同意できませんでした。素晴らしい誕生日パーティーを楽しみにしています。レッスン40、買い物で見つけた。お得な情報。素敵なドレスも見つけました。私のサイズです。それは素晴らしい。適切なサイズを見つけることは常に勝利です。絶対に、ぴったり合うものを見つけるのは簡単ではない場合があります。私も同じような経験をしました。かなりイライラすることがあります。しかし、ぴったり合うものを見つけたら、それだけの価値があります。間違いなく。自信が高まり、気分が良くなります。それは本当です。服装は私たちの自尊心に大きな影響を与えます。これ以上は同意できませんでした。着心地が良く、自信が持てるようなものを着ることが大切です。絶対に。ファッションは自分自身を表現し、自分のスタイルをアピールする方法です。二人とも好きなものを見つけてよかったです。満足感だよ。確かに、私たちの顔に笑顔をもたらすのは、人生における小さな喜びです。違いを生むのは些細なことです。ハッピーショッピング。ありがとう、アナ。新しいドレスを着て楽しんでください。